こんにちは。アダルトチルドレンについての電子書籍作家自分探しイズムです。このチャンネルではアダルトチルドレンの治し方や改善方法、生きやすくなるための情報を発信していますので、興味のある方は他の動画も見ていってください。また字幕も整備してありますので、必要な方は字幕の設定をオンにしてください。少し前の動画でアダルトチルドレンの特徴の一つとして認知の歪みがあるという話をしました。今日はその続き、認知の歪みパート2です。アダルトチルドレンが陥りやすい認知の歪みは他にもいっぱいありますので、何回かに分けて解説していきます。パート1をまだ見ていない方、あるいは一度見たけど日にちが空いてしまったので覚えていないという方は概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらからご覧になってください。そちらから見ていただいた方が理解しやすいと思います。では以前の動画認知の歪みパート1を少し振り返ります。多くのアダルトチルドレンは不適切養育環境から次のような認知の歪みができることが多いです。私は誰からも好かれない。役に立たないと受け入れてもらえない。私は価値がない。私は迷惑をかける存在。私は誰からも好かれないという歪みは誰からもがポイントです。好かれないという思い込みもおかしいですが、誰からもがさらにおかしいのです。一人に嫌われただけなのに、俺はいつもみんなに嫌われるという感じ方です。一人がこうだと全員がこうだと思い込んでしまうのです。視野がとても狭いのです。このように自分は一人の言動をまるで万人共通のもののように感じていないかということも点検してもらいたいものの一つです。人間は一人一人全く違った脳を持っています。生まれ持った遺伝子も違ければ、育ってくる環境でできた認知も違います。同じ脳は一つもありません。だから、あなたに批判的な人は必ず出てくるし、あなたに好意的な人も出てきます。仮にある一人の人にあなたのその強気な性格が嫌いと言われたとしましょう。万人を共通だと思ってしまう認知の歪みがある人は、この意見を真に受けすぎるのです。でもこれは一人の意見に過ぎません。別のある人は、あなたの強気な性格に憧れていますと言うかもしれません。このように万人共通と思ってしまう歪みがあると、毒親育ちはただ視野が狭くなるだけではなくて、さらに焦点、フォーカスという意味の焦点です。その焦点が偏ります。20人クラスで、そのクラスの一人に批判されると、その一人にだけ意識が集中してしまいます。これもアダルト・チルドレンにとても多い傾向です。20人中19人はこちらに好意を持ってくれているのに、そちらには意識が全く向かないのです。全くです。そして
たった一人の批判者に意識が集中するのです。これでは感じられるはずの幸せを感じずに、感じないでいい苦悩を感じてしまいます。たった一人の批判者の出現でこうなってしまうということは、人生でしょっちゅうこうなってしまうということです。一人に気を取られすぎてしまう人は、ある一人に批判されたときは、他の人の意見も聞いてみようという意識を持つようにしてみてください。では次に行きます。アダルトチルドレンは被害妄想になる人も多いです。これも歪みです。何かあるとすぐにあの人は嫌がらせをしているのだと決めつけることもあれば、自分のせいだと思い込むこともあります。以前働いていたホテルでこういうことがありました。急に団体の予約がキャンセルになったことで、その日シフトに入っていた人が急に休みになりました。その急に休みにされた人が、今日は雨だからどこにも遊びに行けないように嫌がらせで俺を休みにしたんだと本気でいじけていました。寒気がするほど歪んでいますよね。でも本人は本当にそうとしか思えないのです。これが認知の歪みです。自分とは関係がないのに自分のせいだと思い込む例は、例えば上司が朝礼の時に機嫌が悪かったとします。すると、さっき有給休暇の申請をしたので、俺に腹を立てているに違いない。このような感じ方です。どちらも完全に妄想です。突拍子もない行き過ぎた妄想で、いつも自分を苦しめているのです。いつも勝手な妄想で行き過ぎるんだったら、たまには気持ちが明るくなるような行き過ぎたプラスの想像をすることもあって良さそうですが、プラスの方向に行くことはないのです。これではどんどん抑うつ的になってしまいます。次に行きます。長所と短所、ポジティブ、ネガティブの天秤のバランスがとてもおかしい人もいます。例えば残業のない会社に勤めているとします。これはある人たちにとってはものすごく羨ましいことです。でも本人はそれを評価しない。でも立ち仕事だとします。デスクワークより体力的に疲れます。そのことをものすごく課題に評価する。などがそれです。自分の恵まれているところはまるで存在しないかのように意識から消して、自分の恵まれないところだけを拡大しています。あるいは自分の長所は意識から消して、自分の短所だけを拡大する人も多いです。恋人に対しても同じです。付き合いが長くなって慣れてくると、恋人の長所は意識から消して、欠点だけを見て不満になっている人もいます。病的な心配性などもそうですね。ポジティブなことは意識から消して、ネガティブなことばかりに意識がいくのです。だから不安で怖いのです。現実は天秤のプラス側にも何かがあるのです。釣り合っているのです。
でもその人の天秤には最初からマイナス側にものすごく重たい重りが乗っているのです。だからその人の世界では釣り合っていないのです。いくつか見てきましたが、何か認知の歪みに気づけましたか？万人共通意識にしろ、被害妄想にしろ、天秤のバランス不具合にしろ、認知の歪みがある人は、決して何かが劣っていて、現実を正しく見る能力がないというわけではありません。ここを間違えないでください。このような認知になるのは、このような認知になる環境で育ったからです。つまり、まだ生まれて間もない頃から、そんな小さい頃から、実はかなり正確にものを見れたということです。正確にものを見れる能力は備わっています。ただ、大人になった今は環境が変わっているのです。そこで、今でも昔感じていたのと同じように感じますが、現実が怖いのではないのです。現実がこうなのではないのです。頭の中がこうなのです。頭の中がこの状態の時は、自分の歪みを正しいものと解釈します。つまり、ある異性があなたに好意を持っていて、あなたを意識しすぎているとします。そこで目が合った時に恥ずかしくて目をそらしたとします。私は誰からも好かれないという歪みを持っている人は、この出来事を私を嫌いだから目をそらしたんだという解釈になりやすいです。そしてそのように解釈するから、私は誰からも好かれないという思い込みを強めるのです。このように最初に認知の歪みがあると、日常生活で認知の歪みを強めます。無意識で生きていると、どんどん認知が歪んでいきます。環境が変わっているのに、子供の頃と同じ感じ方をしているのが発端です。でも、正確にものを見れる能力は備わっているのですから、今の環境に合う脳に書き換えていけばいいということです。私は誰からも好かれないは、間違った思い込みだと気づいて、好きになってくれる人もいるという認知に書き換えないと、今までのように好かれない証拠ばかり集めてしまいます。これからは好きになってくれる人もいるという認知に書き換えて、そっちの証拠を探しながら生きていきましょう。ではポイントを振り返ります。アダルトチルドレンは万人を共通と思ってしまう人が多いです。一人の人にこう言われたら他の人もこう思ってるんだろうと感じてしまうのです。また一人の人に嫌われると、その人にだけ意識が集中してしまう傾向もあります。自分を好きになってくれる人もいますが、自分を嫌いになる人もいます。最初からこのことを理解していると、とても楽になります。批判者が出てきた時のダメージが半減します。そして普段から好意を持ってくれている人への感謝の気持ちが湧いてきます。感謝の気持ちは幸せの気持ちです。
また、アダルトチルドレンは被害妄想に陥る人が多いです。みんな人それぞれ違った欲求を持って生きています。社会の中で生きていれば、欲求同士がぶつかり合うこともあります。みんなが自然に生きた結果、衝突も生まれます。この自然な衝突を何でもかんでも相手に悪意があるからだと解釈しないようにしましょう。また、誰かが機嫌悪くても、相手は相手の都合で機嫌悪くなっていることも多いです。誰かが機嫌悪いことを何でもかんでも自分のせいだと解釈しないようにしましょう。何でもかんでも他人に悪意があると解釈したり、何でもかんでも自分に関連づけて解釈してしまうと、ストレスはすごくなるし、憎しみもたまります。人間関係も失うし、何より楽しく生きられなくなります。また、アダルトチルドレンは、天秤のバランスがおかしい人が多いです。長所は意識から消す、あるいはものすごく小さいものとみなし、短所をものすごく大きなものとみなしてしまうのです。例えば、お前だって若さがあるじゃないか。あなただって優しさがあるじゃない。あなただってパソコンのスキルを持ってるじゃない。と言われても、若さなんかみんなが持ってるから意味がない。優しさなんかあっても何にもならない。パソコンのスキルなんか何の役にも立たない。こんな感じです。それでいて、俺は恋人がいない。一生一人だ。もう生きててもしょうがない。と言います。若さを喉から手が出るほど羨ましがる人もいるんです。恋人がいなくても、もっと素晴らしい若さを持っているじゃないかと感じる人もいるんです。今は一時的に恋人がいなくても、ずっと続く優しさを持ってるじゃないかと感じる人もいます。恋人はいなくてもパソコンのスキルで人生楽しめるじゃないかと感じる人もいます。要するに天秤のバランスがおかしいんです。毒親育ちの思考は現実ではありません。だから思考と距離を取りましょう。自分の思考を客観的に観察して、ああ、今自分はこんなこと考えてるからこんな気分なんだ。でもこれは現実ではない。と思考に一拍入れる習慣をつけてみてください。また何かに気づいてからスタートです。でも自分は認知が歪んでいると気づいても、そのことを意識しないで過ごしていれば、すぐに忘れてしまいます。何か気づいていなかったものに気づいたときは、繰り返し繰り返し見たり読んだり聞いたりしないとゼロになってしまいます。繰り返して繰り返して忘れないようにしようという意識を持つようにしてみてください。では今日はここまでにします。次回は続きの認知の歪みパート3を予定しています。最後までご視聴ありがとうございました。仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。